チェンバーボーン。アップデート7。いきなりラスボス干ばつ30日が襲来してピンチに追い込まれつつも開発を続けた我らがビーバー。色々とやらかしつつも風洞を完成させ空中浮遊、長い干ばつも過ぎ去った、新たな開発を始めるぞで今は長い干ばつで干上がった貯水池を、蒸発に強い形状にするためビーバーたちは盛り土で大忙し。命の水を時代につなぐ。うっかりミスったところをハッパー。見えてない水路の隣の元崖だったところ、削ったらうまく緑地化できたぜ。これ水路沿いをトンネルで掘り進んだら、もっと緑地化できるかもしれんな。多くの高さは3マス分なので、この高さで掘ればトンネルで植林もできそう。トンネル1マス掘って、ダブルダイナマイトで2マス掘るのが良さそうだ。てなわけで、緑地範囲を測量中。お得意の突出部を使った測定。ふむふむ、横6マスなら崩落しないで掘ることができそうだ。慎重に調査してしっかり準備を進める設計の匠。この上って汚水の川も通ってる。うっかりで崩落させたら大惨事になるから慎重にもなるよ。安全第一。それなのにこの短時間で崩落しない横幅の範囲を忘れて指示する。これがビーバー脳だ。ほえ遠くにあった遺跡のスクラップ回収が終了。マップの遺跡もだいぶ減ってきたぜ。とりあえずこっちに転勤してもらうけど、これもすぐ終わりそうだね。だな。残す大きめの遺跡はこちらだけ。少し上に鉱山がある。鉱山からスクラップ集めるのもいいかもしれんな。じゃまだ建設は開始しないけど鉱山建設予定出して、アクセスしやすいように管路の敷設を始めましょ。スクラップ回収のアクセス方法確保ついでに、未来への開発も視野に入れた。こんな感じになりそうろマップの端っこだけあってさすがに遠いぜ。ビーバーが入れない場所が大半なので、地道に一つずつ管路を繋いでもらって気長に待ちましょ。千里の道も一歩から。前回盛り土して拡張した植林エリアに松を追加。鉱山で使う加工板の原料の松ヤニを生産する。干ばつ30日後の後なのに4日でもう干ばつ警告か。貯水池も下の方がまだ全然溜まってないぜ。トンネル掘ったら汚染が染み出して、緑地が減少。ビーバーが植林してくれたのに枯れた。意図かなし。そして思う、ちょっと緑地範囲広げるだけなら、元川のところ埋めた方が早いなと。同時進行で両方やれ。いきなり裏ボスが現れたぞー。最長の30日の後に29日だと貯水池は愚かタンクの水すらマックスでないのに。こりゃハラハラする展開になりそうだ。さてトンネル掘り終わったから足場を撤去、って危ない。これ崩したら崩落する。事前に気づきなんとか汚水漏れやらかしの回避に成功。崩れない範囲で足場を撤去して掘り下げ作業。なんとか崩落からの汚染事故をやらかさずに済んだ。トンネル掘ったものの汚染されてたのでどうしたものかと考え、今使ってる汚染の放水と近くにある汚水源を、第2の汚水の放水として開発し合流させる計画を発案。こりゃ大規模な建造物になりそうだ。録画データが壊れて設計風景一切録画されてなかったおい。トンネル工事も下掘ったら貯水池と繋がった。貴重な貯水がダダ漏れ事件とかも撮影できておらなんだ。動画投稿できないやらかしはやめてください。こっちの方はどういう状況だ？ここは崩落させて一気に整地する予定地で、合流した汚水で水車を回す予定です。なんだかんだで動力不足気味だし、ここらで一気に大量の動力をゲットだぜ。そういえば元メイン川周辺埋め立ててから、森番の詰め所とか位置が微妙になってたので修正。大規模工事中で大きい工事できないので、細かい修正入りまーす。大きなタンクをホイットな。現在水は2600、240ビーバーだと5日分くらいにしかならない。微妙。行け我が精鋭たちよ、階段を駆け上り無限の動力を手に入れるのだ資材を担ぎダッシュで走るマッチョなビーバー。汚染されちゃったトンネルのところを灌漑防壁で除染を開始。しれっと土砂採掘機1機がポンプに変わってるけん。いやートンネルで事故って貯水池と繋がっちゃった時に、漏らしてそこに水が溜まってしまいまして。録画ミスの、名残。スクラップの在庫が減ってきたぞ。工事の優先度を上げる。先にここを工事するのだ同時に工事作業できない場所だ。ビーバーせかしても早くは終わらん。私の丸太が鉄もそろそろなくなる。しかも原料のスクラップも取れねえ。こりゃ明らかに資材の見積もり甘かった。設計小1時間かかったけどぶっ壊せ苦渋の決断。水車部分なんて設計すらまだなのに、これじゃ完成するのいつになるかわからん。てなわけでいくらでも手に入る、土砂ブロックをメインに使った設計に変更だ。
この部分は下に遺跡と鉱山があるので、突出部で無理やり設計。こっから先は土砂ブロックで突出するようにして設計。矢印の方向を間違えると積むから気をつけろよ。あいよ。2マスごとに柱を立てるだけの簡単設計を選択。これなら土砂だけで建設可能だぜ。そしてここまで作って気づく、これだとすでに完成してる部分と一段ずれると、土砂はすでに高さ制限いっぱい。すまぬビーバー、作ってくれたけどやり直しだー。滝みたいにして合流もできるが、意地でも高さを合わせたい匠の意向で解体となった。こんな感じでやり直し流用できるのは最初に作った管路駅と足場少しだけか。使えるかと思ったけどこの設計だと役立たずだったのでやっぱり撤去。結局足場も壊すんかーい。この辺なんかはメインのシャフトが邪魔で柱が立たないので、様子見ながら追加設計。完成までの道のりが遠い。町の裏手あたりにあった遺跡のスクラップ回収完了。スクラップ在庫ゼロなのに供給元がなくなった。はっぱー。地下へ降りる階段を設置するため段々に爆破したのに左右逆に掘っちゃったのず。やり直し。大規模建設の設計やり直しなどで、くるみサイズのビーバー脳が限界寸前。爆薬設置完了。爆破して階段を作るぞ。やっちまった。霊夢氏による業務上過失。私は悪くないバルヤ日霊68歳永民。許せバルヤ、完成の暁にはバルヤ水車と命名し、慰霊碑も建立しよう。こうしてバルヤの尊い犠牲により、トンネルを掘るための階段が建設された。ビーバーたちよ、バルヤの屍を越えて行けー。さあ地下を限界まで掘り進むのだー。大崩落でがっつり平地に整地するぞ。水路部分も追加の設計が終わって、足場の建設を開始だ。作業手順は足場の柱になる部分から、優先度を上げて取り掛かってくれ。新汚水源の方もホイホイホイ。この橋のクレーンをつなぐ工法は、足場部分の下が1匹ずつしか作業できないのが難点。効率悪いけど資材コスト削減なのでやむなし。こんな感じでオナシャース。ほぼほぼ土砂でできた水路の工事開始。しかし水車工事も考えると終わるのはいつになるやら。やり直しもしたしこりゃ1サイクルじゃ終わらないかな。だな。先行して開始した崩落整地現場の進捗は順調。バルヤ階段を使いトンネル工事に勤しむビーバー。バルヤに哀悼の意を捧げ作業せよ。運搬員減らして建設作業員増員。大規模工事をビーバーパワーでゴリ押しだ。こんな感じになりそうろー。綺麗に地下がくり抜けました。はっぱー、外周部分を一気に崩せー。ぐねぐね曲がってたマップ外に繋がる水路もついでに整備された。よし次は崩落だ。作業員退避、足場を崩すぞー。土煙を上げてそこには大量の瓦礫が残った。さあ皆の衆、瓦礫をかき集めろー。小屋片付けするのも一苦労だ。もったいないから全部回収よろ。頑張れー。ずらっと板を運ぶビーバーを別角度からもどうぞ。目を輝かせながら行儀よく並んで運んでおる。労働こそが彼らの誇り、そして喜び。だというのにお前、暇そうやなー。さすがに作業員多すぎたな。では暇つぶしと福利厚生アップも兼ねて、キャンプファイヤーでも作ってもらいましょ。こうして充実した余暇を過ごすための、キャンプファイヤーが街にいくつか追加された。福利厚生で思い出した、スイミングプール撤去してから再建してなかったよ。完成直後に大賑わい。定時ダッシュでプールにダイブ、ビーバーたちはプールに植えていたようだ。喧嘩せずみんな順番で仲良く使ってね。そして干ばつあと10日もあるのに貯水池がなんかやべえと気づく。タンクの水は7日分、プールの水飲めばなんとかなるか？貯水をなんとかせんといかんと、調査してたらお宝水源周りに無駄な水を発見。毎回これが無駄になってるのはちょっともったいないな。では無駄な部分を埋める工事をするぞー。お宝再発掘調査開始だ。作物が枯れかけてて慌てて放水場を稼働。干ばつ30日からの29日、さすがに厳しい戦いになってきたぜ。一部作物は水が届かない。小屋少し収穫量も減少しそう。遺跡の再発掘は下に管路の駅あるじゃんと思い出し、上と下両方から作業を開始。で地下の水源周りの遺跡を撤去しようとしたけど簡単には撤去できない感じ？確か結構前のアップデで、建物の取り壊しで一瞬で壊すのできなくなったんだよな。いつの間にか完成してた鉱山横の遺跡でも試したけど、昔みたいにサクッと撤去はできない模様。しゃあない上から階段作って、清掃員のスクラップ回収で撤去しますか。小屋超めんどい系の工事になりそうだ。
そして超めんどくさ工事をここまで進めてから気づく。こんなもん管路で下まで垂直に降りればええんじゃー。心の叫び。などと遠回りしつつも清掃員の起点を設置。遺跡の撤去作業開始だぜ。管路を使って清掃員がこねこね。こりゃ完全撤去には時間がかかりそうだ。まあ気長に待ちましょ。あれ？貯水池の水残ってるのに、なんかポンプのある湖の水位が低すぎるような。おい前に作った地下水道から水流れてないぞ。なんと？清水弁の場所が。清水弁上からは水は染み出さない。これ明らかな設計ミスだ。てなわけで少し奥に清水弁移動。結構前にやった工事なのにミス発覚までかなり時間かかったな。動きをつけまっしゅ。この失敗で作物一部消滅。食料はまだ在庫たくさんあるが今後注視しとかないとだ。いのちの水。なんとか労働災害事故の犠牲1ビーバーのみで、干ばつ29日を乗り越えることができた。お宝池水源、埋め立てもちまちま作業中。これが完成すると干ばつ明けの注水が早くなります。ありゃりゃ？マップ外に水流れ出てる。貴重な水がなぜ？ここの清水弁水位置設定だとダダ漏れになるのか。長期干ばつ続きで水なくても安定のやらかし。干ばつ明け5日目に悪潮警告。やらかしはあったが多少は貯水ができたぜ。そして悪潮2日前、なんとかお宝水源の遺跡の全撤去完了。悪潮前にギリギリ工事が終わりそうだ。あとはここを埋めるだけで OK。大変な任務であったが短期間での達成、見事であったぞ。本日をもってお宝調査団解体だ。次の職場でまた会おう。そして最後の最後で土砂埋めをミスるの巻。悪潮まで残り 0.4 日、修正工事は悪潮終了後に行ってください。悪潮が来たぞー。期間はわずか17日、これはご褒美タイムだぜ。お宝水源これじゃ詰まるかと思って見張ってたけど、やっぱり詰まったか。手動で解放してとりあえず難を逃れた。でもちょっとで遅れて採掘機に流れ込んじゃった。汚染土砂。人体に影響はないのでよーし。お水源、ダブル水路が完成だー。お宝再発掘の間にほぼほぼ完成したようだな。お次は水車側の工事だ。だというのに最後の遺跡群もスクラップ回収終わり。まだ小規模のが汚水の中にあるが、遺跡はほぼ取り尽くしちまったな。鉄は節約せねば。はっぱー、それでは水車の設計に取り掛かるぞー。事故現場に水車が立つ。事故現場言うな。考え方としては上から下に階層を作って、汚水かけ流しで動力を得る作戦。この幅だと1列4基水車が置けるようだ。でこちらも水路同様簡単設計の2マスごとの柱で支える設計。柱部分が互いの突出できる限界をカバーしてるので、こんな感じで水車の上に地形ブロックで底面を作ります。土砂だけで作る楽々階層を。こんな感じになりそうろー。茶色い。建材節約で土砂で作ってるんだから仕方ないでしょ。動力を得たら巨大工場作って、資材も大量に作れるようにしたいな。シャフトはこんな感じ。水路を伸ばすだけで簡単に拡張できる設計。土砂袋は持ったか、土砂をどんどん投げ込めー。この程度の土砂などアイアンティスには心地よいウェイトトレーニング、筋肉を見せつけよ。頑張って太ももぶっといビーバーになるのだ。建設作業員増員だー。しれっとビーバー263匹まで増えております。ビーバーたちの作業を眺める日々。ものすごい速度で土砂運んでくれてるが、これはそれなりに工数多そうだ。地道な建設を待つしかない。でも待ちきれなくて水車も同時に建設開始。建設の邪魔になりそうだから後にするつもりだったけど待てんものは待てんのだよ。おい。鉱山横のマップ端っこの木を伐採。これでこのマップの自然林は完全消滅。ビーバー、ずらー。倉庫いっぱいで一部工場も操業停止して、建設にビーバー回して全力建設モード。総力を結集して一気に建設せよ。暇だったので汚水の水門を開放して水位を下げて動力に差が出るかの実験をしました。結果は？途中で飽きた。それは結果じゃねえだろ。水位変えても流れる速度変わらないので、動力は変わらないよ、多分。実験すら多分で済ますのがうちのレイムさんです。結構建設進んでから今更気づく、資材近くまで運搬員に運んでもらえばよかったと。ほんと今更だな。さあ土砂持って階段を往復ダッシュだー。せめて甘露駅前に作ってやれよ、かわいそうだろ。下半身筋トレだ。水車が邪魔で土砂が埋めれぬ。後先考えないで水車も同時に設置しようと横着するからだ。
建設ルートもないから別途建設依頼出さなきゃ。こういう時は甘露ご利用し。上下移動が簡単にできる、ほんと甘露は便利だぜ。マップすべての自然林の伐採が完了。ビーバーの通った後は何も残らない。上野病院満員、現場でトリアージを行い負傷者の緊急度を判断せよ。いやそうじゃねえ、さっさと医療ベッドを用意しろ。どんどん毛がビーバーが運ばれてくる。あっという間に毛がビーバーが50匹も。キャンプファイヤー前におあつらえ向きの場所が、ここにベッドを配置せよ。お宝池のマイナスイオンを浴びて、早く元気になれよ。今は大規模建設中だサボりはいかんぞー。一匹ずつしか作業できない場所が多いのかな？小屋完全に足場で詰まってるね。一段ずつ積み上げるしかねえ。建設完了にはまだまだ時間がかかりそうだ。そんなこんなでワルシを終了。清水弁の設置ミスってるので手動で閉じた。干ばつで乾いてから修正工事しましょ。いつもだったらここらでエンディング。でもこんな中途半端で終われるか完成まで延長線入りまーす。細かい指示出しでビーバーがはまらぬように水車も並行作業で設置。大きい水車は高さがあるから、階段がないと作れなくて微妙に面倒。そして最短の3日で来ちゃう干ばつ警告。休憩の短いワルシオ後だけど、30、29とやばい干ばつのダメージできつい。だというのにここで干ばつ28日という所要。デレタと見せかけハード難易度3のまさかの裏切り。やばうめ。現在の貯水状況はご覧の通り。貯水池の下の部分に水が溜まってすらない。こりゃ干ばつ終了まで気が抜けないね。水車の建設が進み足場を撤去したけど、丸太の倉庫が足りなくて片付けできないので資材置き場追加。しれっと丸太2700本の丸太符合。毛がビーバー発生の大元であるこっそり動かしてた鉱山、スクラップいっぱいになったのでビーバー削減。作業量が減って毛がビーバーも半分退院しました。水車部分の工事が終わった。汚水の流れを変えて水車側に流すぞー。爆破でせき止めてる土砂を吹き飛ばし、逆側は土砂で埋めるのだ。水路の溢れ防止のため一応一箇所は埋めずに様子見しましょ。安全対策のために一箇所開けた意味なし。いかんいかんいかん、ビーバーたちが病気になっちゃう。直ちにせき止めてる土砂を吹き飛ばせー。さあどうなる？汚水が水路に、流れない？流れが変わったが手前に穴開いてて下に落ちてるな。ああ、設計段階で安全対策でそこ開けといたんだった。自分の設計した内容を忘れるポンコツ設計士。じゃここ埋めよろしく。これで汚水が流れるぜ。第2汚水源、オープン。こっちもしっかり汚水の放水完備。やっべ工事終わってると思ったけど、メインシャフトに繋ぐ工事忘れてた。ぐだぐだ。よし汚水も流れて水車も回り始めたぞ。長かった工事もやっと一区切りつきそうだ。あ、重くそ漏れてる。ぐだぐだ動作に影響さほどないけどしっかり埋めねば。こりゃまた地味に工事しにくい場所だ。足場の建設面倒だった。ぐだぐだ3。よしこれで工事完了。ほぼほぼ土砂で出てた、無限動力の完成だ久々に手こずった巨大建設がやっとできた。資材不足からの設計変更で MP 削られて集中力がきつかったであります。集中力不足から来た爆破事故で亡くなった、バルヤのご冥福をお祈りいたします。マジすまんかった。そういやお前慰霊碑立てるとか言ってなかったか？次回立てるよ、多分。絶対お前反省してないな。そんなことより動力12000オーバー、今までの4倍くらい出てるよ。バルヤの事故そんなこと呼ばわりすな。でもこれで大きな工場とか色々と開発できそうだぜ。ビーバーたちの未来は明るい。では延長戦して完成させた無限動力を眺め、バルヤに祈りを捧げつつ今回はここまで。地味な色の巨大建設をつっと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。いい大人がはしゃぎます。大量の動力を手に入れたビーバー。しかし度重なるきつい干ばつに耐えることはできるか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。